ポケポケ対戦初心者向け解説。今日から始めるデッキの作り方基礎知識。こんにちは、小太郎です。俺もいるぞ。今回の動画はポケポケを始めたばかりの人や対戦はほとんど遊んでない人に向けた自分でデッキを作る時の基礎知識の解説です。ポケポケはカードを集めるだけでも楽しいゲームだけどさ、せっかくだから自分でデッキを組んで気に入ったカードを活躍させたくないか？ YouTube とか SNS を見れば強いデッキの紹介はたくさんあるんだけど、自分で作ったデッキならもっと楽しく対戦ができるから、今日から自分でデッキを組むためのお手伝いをするよ。この動画を作っているトーイさんはリリース初日からポケポケを遊びまくりながら毎日ちょっとした解説付きのパック開封のショート動画を投稿したり対戦のショート動画を投稿しているので、参考になる動画を作るように頑張ります。チャンネル登録すれば毎日朝6時と夜に10時の2回パック開封ショートが公開されるから、そのタイミングで自分のパック開封を忘れないようにできるぞ。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。まずはポケポケのデッキについて前提になる基本を確認しておこう。ポケポケのデッキは20枚のカードで作ります。20枚の中には必ず種ポケモンを1枚以上入れます。種ポケモンってのは進化しなくても出せるポケモンのことだな。ポケモンは技を使って相手のポケモンを攻撃するとき、指定されたエネルギーがないと技を使えないよ。エネルギーは自分の番になると必ず1個無料で配られるので、これを好きなポケモンにつけてあげて技を使えるようにしてあげます。先行の最初の番だけはエネルギーが配られないぞ。このエネルギーはポケモンカードごとに必要なタイプと数が違っていて、デッキを作るときに自動で必要なタイプが配られるように設定されるんだけど、自分がいらないと思ったタイプだけ配られないように設定もできるよ。基本的にはデッキ1つにつきエネルギーは1種類の方が使いやすいですね。例えばピカチュウを使いたいときは雷エネルギーだけの方が使いやすいってことだな。ポケモンカードのタイプのことを色って呼ぶことがあるんだけど、今説明した通りデッキに入れるポケモンの色は一色に揃えるのが基本だね。ピカチュウを使うデッキなら他のポケモンも雷ポケモンにしてやるってことだな。ここでどの色のデッキにも入れることができる便利な無色タイプの登場です。無色ポケモンは技に必要なエネルギーの色が白になっていて、どのタイプのエネルギーをつけても数が足りれば技を使えるよ。例えばニャスは無色エネルギーを1個つけると猫に小判を使えるから、どのタイプのデッキに入れても1個だけエネルギーをつければ活躍するぞ。初心者におすすめの無色ポケモンもこの動画で解説するのでお見逃しなく。デッキにはポケモン以外のカードを入れることができて、グッズとサポートの2種類があるよ。グッズはポケモン世界の様々な道具のカードで対戦が有利になる様々な効果があります。よく使うグッズはバトル画面の遊び方をクリアするともらえるぞ。サポートも対戦を有利にする様々な効果があるカードですが、自分の番に1枚しか使えないという制限があります。でも強力な効果のカードが多いのもサポートだから、デッキを作るときにたくさん入れたくなるんだよね。でもグッズとかサポートを入れすぎるとポケモンをちょっとしか入れらんないから、初心者でも重要なカードを後で見ておこうぜ。ここまでに説明した通り、デッキにはポケモンとグッズとサポートの3種類を入れるんだけど、ポケモンの中には進化するカードもあって、進化ポケモンもデッキに入れることができるよ。例えばピカチュウはライチュウに進化できるから、ピカチュウのカードとライチュウのカードをデッキに入れれば対戦中にピカチュウをライチュウに進化させて使うことができるぞ。進化ポケモンは必ず進化しないと対戦で使うことができないので、ピカチュウを入れてないデッキにライチュウだけを入れてもライチュウを対戦中に出すことはできません。そしてポケモンの中には2回進化する子たちもいて、進化の回数からとって1回進化した姿を1進化ポケモン、2回進化した姿を2進化ポケモンって呼んでるよ。例えば人影から進化するリザードは1進化ポケモンで、リザードから進化するリザードンは2進化ポケモンだな。そして進化はポケモンごとに自分の番で1回しかできないので、人影がリザードに進化した番はリザードンに進化することができません。さらに種ポケモンは出した番に進化することができないので、人影を出した番にはリザードに進化できません。というように進化ポケモンもデッキに入れることはできるけど、進化するまでにどうしても時間がかかるから、進化ポケモンが多すぎると使いにくくなるんだよね。2進化ポケモンは強いやつが多いけど、進化しないでも強いポケモンをバランスよく入れた方がいいぞ。さて、20枚のデッキにどんなカードを入れるか分かったことだし、早速デッキを作ってみようか。今回はまだ対戦に慣れていない初心者さん用の対戦で使いやすいカードを中心に紹介していきます。まずデッキを作るときは自分が活躍させたい、使いたいカードを1枚決めるといいね。今回はどのカードを主役にするんだ？ 2025年にちなんでナンバー25番のポケモンピカチュウをメインにしようか。ピカチュウにも何種類かありますが、同じ名前のカードはデッキに2枚まで入れることができます。今回はピカチュウをいっぱい入れたいから、ピカチュウ EX も入れようか。同じピカチュウだけど、ピカチュウとピカチュウ EX は名前の違うカードだから、それぞれ2枚まで入れることができるな。ただしピカチュウ EX はピカチュウのカードではないので、ピカチュウ EX からライチュウには進化できません。ややこしいけどカードの名前が重要ってことだね。それでどんなピカチュウデッキにするんだ？最初のうちは絶対使いたい
いカードを決めたら、そのカードと一緒に使うと強くなりそうなカードを探すといいね。まずピカチュウのカードはライチュウに進化できるので、ライチュウもデッキに入れたいですね。ライチュウは2種類あるぞ。どっちを入れるんだ？今回はピカチュウのパックから出る方のライチュウにしようか。進化ポケモンを選んだ時は、その進化ポケモンが強くなるカードも一緒に入れるといいですね。例えば雷エネルギーを全部ライチュウに集めるマチスはどうだ？それは後で考えたいから、今はポケモンカードだけ見ていこうか。ピカチュウやライチュウを直接強くするカードはないので、ここでは一緒に使いたかったピカチュウ EX を見ていきましょう。こいつは自分のベンチに雷ポケモンが多いほど強くなるんだぜ。ここでポケモンを出す場所の名前を確認しておこう。相手のポケモンと向かい合った場所がバトル場といって、ここに出したポケモンは技を使ったり、相手から技を受けたりします。そんでバトル場より手前にある3枠がベンチだぜ。ベンチには最大3匹までポケモンを出すことができて、特別な技や特性の効果以外ではダメージを受けない安全地帯だよ。進化させたいポケモンや技に必要なエネルギーの数が多いポケモンはこのベンチで育てるのが基本になります。話を戻すけど、ピカチュウ EX はベンチに雷ポケモンを置くほど強くなるから、雷ポケモンを何匹か入れておきたいね。よく使われるのは3大 EX だよな。今回は珍しいカードをあまり多くしないでおきます。初心者さんがカードを選ぶ時のコツとして、運に関係ないカードを優先するといいと思うよ。運に関係ないってどういう意味だ？カードの中にはコインを投げた結果で技のダメージが高くなったり、特別な効果が追加で発生するものがあります。コインを投げて裏か表で判定することをコイントスって呼ぶよ。コイントスで発生する効果は強力なものが多いです。しかし運によっては大事な場面で失敗したり、自分の実力以上の素晴らしい結果につながることがあります。なんで初心者はコイントスしない方がいいんだ？ポケポケは誰でも強い人に勝てるように、コイントスで勝敗が変わるような強いカードが多いんだけど、最初からこればっかり使っちゃうと、自分が強くなったのか運が強かっただけなのかわからないまま勝つことが多くなって、負けた時の原因が運なのか自分の実力なのか判断することができなくなると思うんだよね。つまり初心者だからこそ、運ではなくて自分の実力で勝ったり負けたりして、負けた原因を振り返ることでカードの使い方を覚えていった方が経験値が溜まりやすいということです。スノドリルとか地割ればっか使ってないで、自分の実力で戦ってレベルを上げろってことだな。まあそんな感じだからコイントスが関係ない雷ポケモンを選ぼうか。初心者さんでも使いやすいところだとコイルとビリリ玉がおすすめですね。コイルはレアコイルに進化するとライチュウと相性が良くなって、ビリリ玉がマルマインに進化するとかなり早めに相手を追い詰められるね。今回はせっかくだからライチュウを強くできるレアコイルを入れたいよな。じゃあコイルとレアコイルを入れようか。ここでデッキに入れる枚数の話ですが、進化が前提のカードは余裕があるなら2枚ずつ入れることで、進化前と進化後のポケモンを引きやすくなるので、運による負けの確率を下げることができます。今回は運で勝敗が決まる状況をできるだけ避けたいから、進化の関係するポケモンは2枚ずつ入れようか。これで9枚まで決まったな。今回はピカチュウ EX が1枚でも作れるデッキにします。ここで選んだポケモンのうち種ポケモンが何枚あるか確認しようか。今のところ5枚だな。今回デッキに入れるピカチュウ EX はベンチの雷ポケモンの数によって強くなるので、雷の種ポケモンを多めに入れると使いやすいデッキになります。もし持ってるなら三段 EX を入れるところなんだけど、運で勝てる可能性のある強くて珍しいカードだから今回は入れないでおこうか。じゃあ他の雷ポケモンを入れるのか？ここで選ぶのはニャースだね。ニャースは無色タイプなので技を使うことはできますが、ピカチュウ EX を強くする雷ポケモンではないので使いどころに注意が必要です。なんでニャースを入れるかっていうと、今回使いたいピカチュウは進化して活躍させたいから、素早く進化できるようにニャースの猫2個番で山札からカードを引いていきたいんだよね。進化させないと活躍できないから、たくさんカードを引いて確率を上げていくってことだな。そしてピカチュウ EX は1枚しか入れていないので、早めに引くためにもニャースは重要になります。雷の種ポケモンを増やすにもニャースは活躍するね。でもニャースが自分の場に出てるとピカチュウ EX の技の最高ダメージが30も下がるよな。これはニャースを出す時から必ず意識することになるけど、ニャースでカードを引いた方が勝てる状況なのか、あえて出さない方が勝てる状況なのか、それを判断する力が実力なんだと思ってるよ。今回はライチュウもピカチュウ EX もエースになれる強いカードなので、どちらを使って勝つか自分で考えるデッキになります。どんなカード引くかだけは運になっちゃうけどな。これでポケモンのカードは10枚になったね。ここからはグッズとサポートを選んでいこうか。まずグッズですが、どんなデッキでも活躍する万能なカードが何枚かあります。ポケモンの HP を20回復する傷薬、山札から種ポケモンをランダムに1枚引けるモンスターボール、ポケモンが逃げる時に必要なエネルギーを1枚減らすスピーダー。この3種類は迷わず入れるくらい便利なカードだよな。次にサポートです。どのデッキにも入りやすい便利なサポートが何枚かあります。山札からカードを2枚引ける博士の研究、
相手のバトル場のポケモンをベンチと入れ替えてもらう夏目。相手のバトル場のポケモンへのダメージが10追加される榊。ポケモンが逃げる時に必要なエネルギーを2枚減らすリーフ。次の相手の番に自分のポケモンが受けるダメージを10減らすグリーン。この辺りのカードから何枚か入れるといいんだよな。まず必ず入れてほしいのは博士の研究です。これがあるだけで欲しいカードを引く確率がすごく高くなるから、博士の研究は2枚必ず入れよう。あと夏目があると勝てるって場面はかなり多いよな。夏目は使いこなすまでに練習が必要な難しいカードです。ですが相手もよく使ってくる強いカードなので、まず自分で使うことで夏目をどんな場面で使うと強くて、逆にどんな場面では効果が薄いのか自分で経験することで、相手の夏目をどうやって対策するのか分かるようになっていきます。強いカードの対策は実際に使うことでわかるってことだね。じゃあ夏目も2枚入れるのか？その前にここで今回のデッキに入れたいカードの話だけど、レアコイルがいるとライチュウを強くすることができるって話で、そのためにはマチスを入れたいんだよね。マチスはライチュウ、マルマイン、エレブーに効果のあるサポートで、自分のバトル場にいるのが3種類のうちいずれかのポケモンの時に使えます。ベンチのポケモン全員から雷エネルギーを全て移動させる効果です。わかりにくいかもしれないけど、要は全員の雷エネルギーをライチュウに集めるカードだな。ライチュウは技の効果で、技を使うと自分のエネルギーが全部なくなっちゃうから、2回連続で攻撃することができないんだよね。そこで2回目の攻撃前にマチスで雷エネルギーを補充すれば、2連続で140ダメージの大技を使うことができます。これだけでも超強いんだけどさ、レアコイルがいるともっと強いんだぜ。レアコイルは自分の番に1回特性を使うことで、レアコイルに雷エネルギーを1個つけることができるよ。本来エネルギーは自分の番に1個しかつけられないですが、このような特殊な効果で自分の番に2個以上エネルギーをつけることもできます。このように追加でエネルギーをつける手段はエネルギー加速、略してエネ加速と呼ばれます。コイン投げて水エネルギーをつけまくる霞が有名だぜ。エネ加速はかなり珍しい効果で、次の自分の番を待たなくても技を使えるようになるから、エネ加速ができるデッキはかなり強いデッキとして流行するよ。今回のレアコイルとマチスを組み合わせた方法は、コイントスが絡まない代わりに必要なカードが多めで、対象になるポケモンも限定されているので、これを使いこなすとかなり上手な人と言えそうです。これに必要なカードが多いってのもニャースを使いたい理由の一つだな。レアコイルでエネルギーを素早く補充して、マチスでライチュウにエネルギーを送る、このコンボが完成すると、相手の強力なポケモンも素早く倒すことができるので、対戦中はこれを目指すことになります。さて話を戻すと、今回はマチスを2枚入れたいから、他のカードの枚数を調整する必要があるね。それでは入れたいカードのラインナップを見ながら、デッキから外すカードを考えていきましょう。一旦入れると強いカードを並べたんだけど、博士の研究とモンスターボールは種ポケモンが少なめのデッキではかなり重要だから、今回は優先的に2枚ずつ入れるよ。次にエネ加速で必須のマチスも重要カードなので、今回は2枚入れておきましょう。これで16枚確定だな。残りは4枚だけど、ここで何を選ぶかで個性が出ると思うんだよね。基本的に逃げるエネルギーを節約できるスピーダーは実質的にエネ加速と同じ価値があるので、入れているポケモンの逃げるに必要なエネルギー数に合わせてピーフと入れ替え、もしくは両方入れることもあります。雷ポケモンは逃げるに必要なエネルギーの数が少なめだから、スピーダーで十分だと思うぞ。今回はスピーダーを2個入れてエネルギーを節約してライチュウが活躍しやすくしよう。これで18枚まで決まったな。残りの2枚は好みだと思いますが、夏目を2枚入れると一撃では倒せないポケモンをベンチと交代させられる可能性が高くなって、より攻撃的なデッキになります。榊を1枚入れておくと倒せる強力なポケモンがかなり増えるので、最高ダメージが140のライチュウでは届かない HP150 のミュウツー EX を倒したいと意識するなら、これも入れる価値が高いです。そして単純だけど回復できる傷薬もかなり便利で、あと20あれば相手の技を耐えるのにって時に使えると最高だね。グリーを入れておけば HP 満タンでも耐えない技を耐えるようになったり、ベンチにも攻撃してくるデッキに強くなるぞ。どれを入れるかはその時の流行デッキとかどうしても勝てないデッキに合わせるんだけど、今回は夏目と傷薬を1枚ずつ入れて攻守の両方に対応できるようにしておくよ。これで20枚決まったな。ここで初心者でもおすすめの無色ポケモンを見ておきましょう。まずはニャースだね。山札から1枚引く効果っていうのは自分だけ一気に2回番が回ってくるようなものだから、相手の2倍も欲しいカードを引きやすくなる。特に山札の枚数が多い序盤では欲しいカードを引く確率が低いので、ニャースが何枚か多めに引いてくれるだけで、その後全ての番で欲しいカードを引きやすくなるわけです。進化しないと勝てないデッキみたいな、とにかくカードを引きたいデッキには1枚入れておきたいよな。お次はカモネギだね。エネルギーを1個つければ40ダメージで攻撃できるから、手持ちのカードが少なめのうちはすごく頼りになると思うよ。相手のカードの引き次第ではカモネギだけで勝つこともあるくらいに、
攻撃することの重要性を体感できるカードです。ただこいつは HP60 で打たれ弱いから対戦の中盤以降になると活躍が難しくなるぞ。あくまで本命のエースが育つまでの序盤担当として使いましょう。お次のガルーラは運が絡むカードだよ。エネルギー1個で攻撃できますが、コインを2回投げて表の数 ×30 ダメージという0から60までダメージの振れ幅のある技です。どうしてコイントスするのに初心者さんにおすすめなのかっていうと H キーが100もあって序盤の時間稼ぎにちょうどいいポケモンなんだよね。もちろん運が良ければその後の展開はとても有利になりますが、一番大事な仕事はベンチで本命のエースが育つまでの時間稼ぎです。相手の目線になって考えると 25% の確率で60ダメージを受けるかもしれないから、逃げるエネルギーを使って H キー70以上のポケモンに交代したり、バトル場のポケモンを諦めてベンチのポケモンを育てるためにバトル場のポケモンにエネルギーをつけなかったりするんだよね。相手のバトル場のポケモンが攻撃しない番が多くなるほど自分のポケモンを育てる時間が増えることになるので、日進化ポケモンの準備などが成功しやすくなります。技のダメージは運で変わるけど相手にとっては60ダメージ受ける確率が 25% もあるってことなんだな。ガルーラから見たら低い確率なんだけど相手から見たら高い確率なんだよね。エネルギーも1個で済むので、自分はエネルギーを有効活用しつつ相手にはエネルギーをどのように使うかプレッシャーを与える。ただし逃げるには3個のエネルギーが必要だから、基本的にガルーラを出したら逃げるを使わない前提で考えた方がいいね。序盤に出すのに死んだりみたいな役回りだな。そして最後に紹介するのはペラックだよ。ペラックはミュウのイラストのパック幻のいる島から手に入るカードです。最強の遺伝子からは出ないから気をつけろよ。ペラックの技はすごく特殊で、自分の手札を全て山札に戻す代わりに相手の手札と同じ枚数だけ山札から引き直せるよ。カードを引くという意味ではニャースに近い効果ですが、複数枚を山札から引き直せるというところが欲しいカードを引きやすくする強い効果です。でも相手の手札が少なかったら使いにくいよな。よくあるのはペラックでたくさんカードを引かせないように今すぐ出さなくてもいい種ポケモンをベンチに出したり、今すぐ使わなくてもいいグッズを先に使ったりして手札を少なくして対策されるよね。しかしながら相手の手札が少ないということは、自分が予想できなかったポケモンが突然出てきて状況が把握できないうちに勝敗が決まるような不意打ち的な展開が多少減らせるというメリットもあります。相手は本当に出したかったポケモンの代わりに別の種ポケモンでベンチを埋めるかもしれないから、相手の予定を狂わせることもあるんだよな。技を使わなくても相手がいろいろ考えてくれる上に、自分が欲しいカードを全然引けなくて今は必要ないカードばっかり引いてるときは、ペラックで一気に手札を入れ替えることで状況が良くなることがあるから、カードが引けない負けを減らす可能性のあるカードだね。特に相手も運が良くなくて進化ポケモンを手札に溜め込んでいるときは、その分だけこちらは引き直しができるので相手より早く進化ポケモンを引くこともあります。デッキに二進化ポケモンがいるなら特に効果的なカードだな。他にも強い無色ポケモンはたくさんいるんだけど、他の色のデッキに入れても大丈夫な便利なポケモンだとこの辺りかな。自分のデッキに必要な要素を考えながら何度も入れ替えて使ってみるのもおすすめです。やっぱり実戦で試さないとわからないよな。さてここまでの説明でデッキを作るための前提知識からカードの選び方、便利なグッズとサポートまで一気に見てきたんだけど、このデッキで勝てるかどうかってまだわからないよね。だからデッキを作ってみたらとりあえず実際に対戦して試運転しよう。この時の相手は必ず他のプレイヤーにしましょう。なんでコンピューターが相手の一人でバトルじゃダメなんだ。ポケポケのコンピュータはすごく弱いから手軽に遊べる一人でバトルモードですが、実際の人間ならしないようなありえないプレイをすることが多々あるので、デッキの試運転であっても参考になりません。しかも読み合いとか心理戦も起きないから実戦の参考にすらならないぞ。というような理由があるので、必ず誰かとバトルで試運転をしよう。試運転で確認することは、種ポケモンが引けなくて負けることが多いかどうか、自分のポケモンの技の火力が低くて勝てないことが多いかどうか、いつも同じタイプや同じポケモンを相手に負けているかどうか、自分のプレイスタイルに合っているかどうか、この辺りを確認しながら数戦してみるといいでしょう。自分のプレイスタイルってどういう意味だ。例えば進化ポケモンを使うよりも強い種ポケモンでガンガン行きたいとか、相手の妨害をたくさんしたいとか、自分に合ったスタイルがあるかもしれないから、なんかしっくりこないなって思ったら別のデッキを作ってみるのもおすすめだよ。ただし運ゲー感の強いデッキを使うなら、運と実力の判断ができるくらいに対戦数をこなした方がいいので、対戦数の少ない初心者のうちはあまり運ゲー感の強いデッキをおすすめできないですね。とはいえ宝くじ感覚でもいいならそれも楽しみ方の一つなんだけどね。自分で勝つ楽しさを感じたいならってことだな。それじゃあせっかくだから今回作ったデッキの試運転をしてみようか。チャンネル登録1000人ありがとう。試運転ではできるだけ強い人に相手をしてもらえるといいですね。強そうなエンブレムがたくさんついてるから、ここは遠慮なく胸を借りようか。
こっちは高校だな。多少有利だけど試運転だからいいことにしよう。早速手札にニャースが来てるので、序盤はニャースでカードを引いて、カードの揃い方次第でピカチュウ EX ルートかライチュウルートか考えると良さそうです。ベンチには進化が関係するコイルを出しておくよ。ピカチュウ EX はとりあえず今すぐ出さなくてもいいって感じか。今回はデッキの作り方の動画だから対戦でのテクニックはあまり解説しないんだけど、ニャースにエネルギーをつけることはもう決めてあるから、最初の番ではピカチュウ EX を出さなくてもまだ平気かなってことで。さてお相手もピカチュウ EX のデッキでポケモン EX をたくさん入れたデッキのようです。まずは博士の研究でやれることを増やして考えよう。モンスターボール引いたからこれも使っておこうぜ。デッキを作る時に説明したように、ピカチュウ EX はベンチの雷ポケモンの数が大事なので、引ける時に雷ポケモンを増やしておくのが大事ですね。この番ではピカチュウ EX を隠しておくよ。まだニャースが倒されるような場面じゃないから次の番まで様子見するって感じだな。もちろんベンチに出しておいてもいいですが、自分の手の内はギリギリまで隠しておけると相手が対応する余裕を削ることもできます。まあレッドカードを使われることもあるんだけどな。この番もまずはモンスターボールでできることを増やそうか。これで準備が整ったからピカチュウ EX を出して雷エネルギーをつけておこうか。バトル場のニャースは次の相手の番に倒されてしまうので、その後に出すピカチュウ EX を準備している場面ですね。これでニャースのおかげで2枚も多く引けたから、博士の研究を1枚多くデッキに入れたような状態になったね。そのおかげで雷ポケモンをたくさん引けたよな。レアコイルも引けてるから、もしかしたらライチュウとマチスの強いコンボが出せるかもね。ここでは一発で相手を倒せないですが、ピカチュウ EX を出して相手をしっかり削ります。今のところ相手の場にはピカチュウ EX を一発で倒せるような高火力のポケモンが育ってないから、1回は安心して攻撃できるね。レアコインの特性は忘れないうちに使っておくぞ。マチスを使う番以外はレアコイルの特性は先に使っていいでしょう。ちゃんとコンセプト通りピカチュウが活躍する盤面になったね。相手もピカチュウだらけだな。相手はサンダー EX への交代も視野に入る場面ですが、シンプルにそのまま攻撃してきたね。削れる時に削りたいってことかもな。この番は相手のピカチュウ EX を倒した後最大30ダメージで攻撃されるから、手札にある傷薬とスピーダーを使ってピカチュウ EX をベンチにされながらゼブライカで倒されないようにしよう。ゼブライカはベンチのポケモンも攻撃できる技を使うから、傷薬がなかったら交代しても倒されるぞ。1枚だけ入れておいてよかったね。こちらのベンチにピカチュウ EX がいることで、相手はゼブライカをバトル場に出すことができなくなり、サンダー EX かピカチュウ EX のどちらかを出すことになります。どちらにしてもこっちのピカチュウは次の番まで倒されないから、もし次にライチュウを引いたらその時点で勝ちになるね。ここまでにかなりカードを引いたから、そろそろライチュウを引いてもおかしくないよな。コイントスには頼らないで、できるだけ自分で確率を上げていくことで、たった1枚引けたら勝てる状況まで持っていく。これが運も実力のうちってやつなんだよ。デッキを作るときにやりたかったこと全部できててすごいな。全体的に運は良かったですが、相手も運は悪くないように見えたので、デッキの試運転としては一番綺麗に決まった対戦ができました。強い人がお相手してくれてよかったね。できれば試運転の段階で何度か負ける対戦も経験した方がいいので、デッキの構成を変えずに追加で数戦するのがおすすめです。使っていくうちに手に馴染むからな。さて試運転も終わったことだし、今回の内容をざっくりまとめておこうか。前提知識のところはゲーム内で習ったような気もするけど、カードの選び方って割と手順が決まってたんだな。今回の解説内容は今日から自分でデッキを作って対戦をする人に向けたある程度の決め事を整理したものなので、自分のセンスでデッキを作れるようになったら型にはまらない斬新なデッキも作ってみると楽しいですね。今回はできるだけ最強の遺伝子のピカチュウパックを開ければ必要なカードが揃うように気を使ったんだけど、夏目とニャースはリザードンパックを開ける必要があるよ。使えるカードの種類は多い方がデッキを作りやすくなるから、毎日2回のパック開封を忘れないことが大事だな。ぜひチャンネル登録して毎日のパック開封のリマインドにしてね。対戦もパック開封も数をこなすほど対戦で強くなるはずなので、手軽なパック開封を楽しみつつちょっとずつ対戦にも挑戦してみてください。この動画で対戦もやってみたいとか、友達に対戦を進めてみようって思ったら高評価ボタンを押してくれるとすげえ嬉しいぞ。このチャンネルでは毎日2回のパック開封ショートや一戦をテンポよく楽しめるショート動画、ゼラオラとコタロウくんの初めての旅を追ったショート動画シリーズ、他にもポケモン関連のゲームの動画や遊んでみて面白かったゲームの動画をいろいろ投稿しているので、好みに合いそうな動画があるか再生リストをチェックしてね。そろそろいい時間になってきたので今回はここまで。次回へ続く。